今回はプレ版限定リアルグレードソードインパルスガンダムスペック2を作ってみたいと思います。箱絵は頭部のアップと全身になっています。サイドは赤地に白色の文字が書かれています。手前側は頭部のアップに白色の文字が書かれています。反対側も同じです。蓋を開けて中のパーツを見てみます。赤色の外装パーツが多い感じがします。1、2、3、4、5、6、7、8袋と一番下に取扱説明書が入っています。取扱説明書はフルカラーでスペック2のものになっています。裏側はリアリスティックデカールの貼り方です。中のページはほとんどが白色で一部赤色になっています。パーツ数が多いのでリアルグレードとしては結構多いかなと思います。それでは A パーツから詳しく見てみます。A パーツは多色成形のパーツになります。武器やシールドなどのパーツもありますがインパルス用です。B パーツはアドバンスト MS ジョイントです。胸部とコアスプレンダー用のパーツです。C1 は赤色でシールドや頭部などの外装パーツです。色は違いますがインパルスガンダムのパーツです。新アスカのフィギュアもあります。C1 はもう1枚ありシルエットフライヤーのパーツもあります。C2 はホワイトの外装パーツになります。C2 は全く同じパーツで赤色のパーツもあります。D1 はグレーの内部フレームのパーツです。D2 はシルエットフライヤーのパーツがないだけで D1 とほとんど同じです。E パーツは赤色の外装パーツで2枚あります。F1 はグレーで足などのパーツになります。F2 は F1 の左側だけのパーツです。F3 はシールドなどの赤色のパーツです。G1 はダークグレーでボディなどの外装パーツです。G2 はコアスプレンダーのブルーのパーツです。H パーツはシルエットフライヤーのパーツです。I1 はエクスカリバーなどのパーツです。多色成形になっていて赤色や白のパーツもあります。I2 は I1 とほとんど同じで左上の赤色のパーツがないものになります。N1 は姿勢35式回レールガンのパーツです。N2 は赤色で姿勢35式回レールガンのパーツです。XA1 はショルダーアーマーのホワイトのパーツになります。少し独特の色なのでスペック2専用のパーツです。XA2 は頭部のパーツです。これもスペック2用です。XA3 はエクスカリバーのパーツです。エフェクトパーツは SB12 です。もう一つ真ん中の部分だけのパーツがあります。最後にリアリスティックデカールです。かなりの枚数があります。シルエットフライヤーにソードシルエットを取り付けます。まずはこの部分を引き出して穴が開いてあるのでソードシルエットの突起部分を差し込みます。これでソードシルエットを取り付けた状態の完成です。コアスプレンダーです。ランディングギアとミサイルは差し替えです。パーツによる色分けは完璧にできています。キャノピーは上側に開けることができます。コックピットの内部を見ることができます。閉じる場合には押してやれば閉じることができます。まず足を90度曲げてグレーの膝の関節の部分を下側に動かします。最後につま先を畳みます。反対の足も同じように動かします。最後に同じようにつま先部分を畳みます。このへこんでいる部分に接続パーツの突起部分を差し込みます。これでアクションベースに取り付けることができます。この部分を動かして頭部を隠します。腕の付け根の部分を引き出して上側に動かします。手前側に90度動かして肘の部分を90度曲げます。外側に90度回します。ハンドパーツを外してビームライフルを持たせます。ハンドパーツの突起部分をグリップ部分の穴にはめて指を戻します。ハンドパーツを腕に取り付ければ右腕は完成です。左腕も同じように付け根部分を引き出します。腕を90度上げて手前側に90度回します。腕を90度曲げてシールドを取り付ける穴を下側に動かします。ハンドパーツは90度回しておきます。最後に穴にシールドを取り付ければチェストフライヤーの完成です。マウントする場合にはジョイントパーツをこの部分に取り付けます。チェストフライヤーがどうやって飛行しているのかよくわからないです。合体させます。まずはコアスプレンダーを変形させます。ミサイルを外して機種部分を畳みます。
主翼と垂直尾翼を畳みます。レッグフライヤーのこの部分を展開しておきます。合体させる前に機首部分を少し戻します。機首部分の羽を隙間にはめます。先ほど上側に動かしていたパーツを下側に動かしてロックします。戻していた機首部分をもう一度畳みます。膝の部分から足を元に戻しておきます。反対側の足も同じように戻しておきます。チェストフライヤーと合体させます。曲げていた肘を元に戻してショルダーアーマーを90度回転させ下側に動かします。シールドを回転させて腕を回転させてハンドパーツも回転させます。付け根部分を押し込みます。ショルダーアーマーを外側に90度回転させて下側に下ろします。付け根部分は押し込んでおきます。腕を手前側に90度回転させます。頭部を覆っていたパーツを下側に動かします。つま先を元に戻しておきます。シルエットフライヤーを取り外してフラッシュエッジビームブーメランを回転させます。90度動かして横向きになっていたエクスカリバーを縦向きに変えます。ソードシルエットの突起部分を背中の穴にはめます。これでソードインパルスガンダムスペック2に合体させることができました。ボディが赤いので通常のソードインパルスとはだいぶ雰囲気が違います。可動域を見てみます。まずは頭部からです。頭部を外してみると首の部分が前後に動くのがわかります。その結果こんな感じの動かし方もできます。下側は大きく動きますが上側はあまり動かないです。回し方によっては簡単に外れますがうまい具合に回すと一周回すことができます。肩の部分は前後に少しだけ動きます。引き出すと大きく動き方が変わります。チェストフライヤーに変形させる時などに使います。ショルダーアーマーの上の部分は上下に動き、手前と後ろ側は回転します。ショルダーアーマーが頭部に当たるまで上側に動きます。腕もかなり上まで上げることができます。ショルダーアーマーの下の部分が一周回ります。腕は二重関節になっているのでショルダーアーマーに当たるまで曲がります。穴の開いてある部分が一周回ります。ハンドパーツはボールジョイントなので自在に動きます。胸部はこの部分が結構動きます。横側にはほとんど動かないですし、あまり回転もしないです。コクピットハッチはこの部分が手前側に開きます。コクピット内が見えるわけではないです。閉じる場合には上側に動かせば閉じることができます。フロントアーマーはかなり上側にも動きますし、横側にも動きます。サイドアーマーは外側には45度ぐらい動き、前後にはかなり大きく動きます。外側に45度以上開くと外れます。リアアーマーも後ろ側と横側に大きく動きます。股関節部分は下側に動かすことができます。戻す場合にはカチッというまで戻します。足はフロントアーマーに当たるまで上げることができます。外側もサイドアーマーに当たるまで動きます。後ろ側もリアアーマーに当たるまで動きます。グレーのパーツの下側が一周回ります。膝の部分はふくらはぎが太ももに当たるまで曲がります。スラスターの部分は少しだけ上下に動きます。アンクルアーマーは上下左右に少しだけ動きます。つま先は畳むことができ、足首から前後に動きます。かかとの部分は動かないです。足首の部分から内と外に少しだけ動き、少しだけ回転させることもできます。フラッシュエッジビームブーメランは取り外すことができます。取り付け部分を90度起こすことができます。エクスカリバーのマウント部分はボールジョイントが2つあるのでかなり自在に動きます。武器の持たせ方とマウント方法です。ハンドパーツの突起部分をグリップ部分の穴にはめます。指の部分を取り付けてハンドパーツを腕に取り付けます。これで高エネルギービームライフルを持たせることができました。振ってみても動かないので保持力はあります。マウントする場合にはまずはスコープを畳みます。この部分を展開します。中央の穴に先ほど展開した突起部分を差し込みます。
これで高エネルギービームライフルをマウントすることができました。姿勢35式回レールガンはグリップ部分を動かすことができます。持たせる場合にはハンドパーツの突起部分をグリップ部分の穴にはめます。外していた指の部分をはめて腕に取り付けます。レールガンは大きいですが振ってみても動かないので保持力はあります。両手で持たせる場合にはグリップ部分を展開します。左手を突起部分のない持ち手に変えて通します。これで両手で持たすことができました。腰の部分にマウントする場合にはまずはグリップ部分を収納します。この部分を展開して突起部分を出します。中央の穴に突起部分を差し込みます。これで姿勢35式回レールガンをマウントすることができました。ジョイントパーツの穴を突起部分にはめます。ジョイントパーツの突起部分を穴にはめます。直接取り付けるよりは少し下側にずれます。フォールディングレイザー対走行ナイフです。右手用です。ナイフを展開してグリップ部分の穴にハンドパーツの突起部分をはめます。外していた指のパーツをはめて腕に取り付けます。小さい武器なので保持力はあります。収納する場合にはナイフを畳んでグリップ部分の穴にサイドアーマーの突起部分をはめます。前側に刃が来るようにはめます。左手用も同じように収納することができます。フラッシュエッジビームブーメランです。先の部分を外してグリップ部分の穴にハンドパーツの突起部分を差し込みます。指のパーツを取り付けてエフェクトパーツを取り付けます。エフェクトパーツを逆につけると直線になるので注意が必要です。腕に取り付けます。振ってみても動かないので保持力はあります。小さいエフェクトパーツもあります。これも問題なく保持できます。左手側にも持たせてみます。逆になりますが先ほどと同じようにハンドパーツを取り付けます。エフェクトパーツを取り付ければフラッシュエッジビームブーメランの完成です。腕に取り付けます。もう一つ小さいエフェクトパーツもあります。戻す場合には突起部分にブーメランの穴を差し込みます。フラッシュエッジビームブーメランを外します。グリップ部分に穴が開いてあるのでハンドパーツの突起部分を差し込みます。指のパーツを取り付けて腕に取り付けます。これで持たせることができました。振ってみても動かないので保持力はあります。左手にも持たせることができます。エクスカリバーレーザー対関東です。グリップ部分に穴が開いてあるのでハンドパーツの突起部分をはめます。指のパーツをはめて腕に取り付けます。大きいですが振ってみても動かないので保持力はあります。左手にも持たせてみます。これで両手に持たせることができました。連結させて持たせてみます。赤色の突起部分をもう一本の穴にはめます。これで連結させることができました。右手のハンドパーツは取り付けてあるので左手のハンドパーツを取り付けます。黒いグリップ部分に突起部分のないハンドパーツを取り付けます。右手と左手にハンドパーツを取り付けます。持たせることができました。振ってみても動かないので保持力はあります。エフェクトパーツは下側から取り付けます。先端部分を差し込んで完成です。アンビデクストラスフォームです。エクスカリバーをマウントする場合、ラック部分の突起にエクスカリバーの穴をはめます。起動棒順を展開します。引っ掛ける部分があるので外側に引き出します。反対側も同じように引き出しておきます。グリップ部分を起こしてハンドパーツを取り付けます。取り付けるのは突起部分のないハンドパーツです。腕にはめてハンドパーツを回転させて突起部分を穴にはめます。これでシールドを持たせることができました。このキットには突起部分のあるハンドパーツが2つ、平手のパーツが2つ、穴の開いていないグーのパーツが2つ、突起部分のない穴の開いてあるパーツとライフルなどを持たせるハンドパーツがついています。このキットの感想です。姿勢35式回レールガンが付属していますが、リアルグレード基準になっているのでかなりディテールが細かくなっています。形状も少し違います。下側はキャバリアーのレールガンです。機体の細かな色分けは成型色で再現してあります。144分の1で変形ができ、多彩な武器も付属してあるので色々と遊びます。少し気になるのは動かしているとこの部分が外れやすいのと頭部が外れやすいことです。アンテナも細いので注意が必要です。あとは購入しにくいのが難点ですが、いいキットだと思います。
ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。